皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している夫婦です。今回はインスタ360の会社からバンライフや旅をする上で僕たちにとってすごい使いやすいカメラをご提供いただきましたので、今回ご紹介したいと思います。ただこちらのカメラ発売されてから約1年近く経ってますので、他の YouTuber の方とかも紹介されてますし、検証動画だったり比較動画、そういったものもたくさんありますので、今回は旅やバンライフの上でどのように活用したらいいかという面で僕たちなりに紹介したいと思います。いろんなカメラが世の中にはありますが、今回ご紹介するカメラは日常の記録用としても大変使いやすいものになっていますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。今回ご提供いただきましたカメラがこちらのインスタ360 Ace Pro です。見た目通りアクションカメラというような見た目になっております。僕たちは普段アクションカメラとしてこちらの GoPro Hero Black 11を使っています。で、どんな時にアクションカメラって使うかっていうと、一番使っているのとしては走行中だったり移動中の車載カメラとして使っていることが多いです。会話しながら。その次に山道だったり凸凹している道に歩きながら撮るときに使う Vlog カメラ用として使っています。あとはたまにですけどロードバイク中のカメラとしても使ったりしています。ごくたまにアクションカメラって広角なので車内で過ごしている様子を俯瞰的に撮ったりするときにも使っています。主にこの4つの使い方が多いのかなというふうに思うんですけども、やっぱりアクションカメラって広角なので自分たちを撮るときに周りに歪みが出たりとか、あと明るさが暗く映ってしまったりっていうこともあったりするし、あと景色を撮ったりするのには向いていないんですよ。だけどそういったのも含めて全てこれで解決できるっていうところが今回ご紹介したいポイントにもなるかなと思います。こちらの GoPro とは映像比較とか音声比較は今回の動画ではしていないんですけども、はっきり言ってこれ使ってみて思ったのはもうめちゃくちゃ画質いいなっていうのがもうすでに分かっています。一番最初に買ったカメラ前も紹介したと思いますけど、こちらインスタ 360-1R という360度カメラを使ってました。大きさもほぼ一緒ぐらいだね。これはロードバイクを始めるっていう時に購入したものです。こちらのカメラもこんな風にモジュール式になっていて、レンズを付け替えてアクションカメラとしても使えるし、360度カメラとしても使えるような機能があって、使ってきた自分たちにとっては結構編集も大変だったりとか、どこが確認するのかが大変だったりするので、360度撮り逃したくないロードバイクの時だったりとか、景色がすごく綺麗で広がっているところに上から撮ったりとかっていうような使い方はしていたんですけども、もう今回のは広角完全アクションカメラとして発売されたカメラになります。それではここからAce Proについて簡単に機能等を説明していきたいと思います。はい。こちらがAce Proの商品です。こちらレンズのところにも書いているんですけども、ライカという会社、ドイツではすごく有名なカメラの会社なんですが、そちらと共同開発された強力な広角アクションカメラというのを売りにしています。1.3 分の1センサーを搭載していまして、これってアクションカメラの中でもかなり大きいセンサーサイズになってます。センサーが大きいと光を取り込む量も多かったりするので、暗所撮影にも強いというところものポイントになってくるかと思います。そしてこちらなんと 2.4 インチもあるフリップスクリーンを搭載しています。かなりスクリーン大きいと思いますが、見やすいんだよこれめっちゃ。でね、さらにこれびっくりするのが、これだけではなくて自撮りもできるように作られているということです。このつまみを押すと動かすことができまして、90度にもすることができるし、角度も調整できるっていうところに、ありがたいよね。普段はこのように使えますが、こうやって自撮りとしても使えるところもポイントになってくると思います。自分たちがちゃんと写ってるかっていうのも確認しながら撮ることもできるというところで、すごく便利な機能だと思っています。それではこちら電源を入れてみます。このように大きく映るので確認することができるというところですね。僕たちのメインカメラで撮っているんですけども、このように何が映っているかも確認することができます。こちらについては映像が映るわけではないんですけど、こちらのカメラの設定が表示されているようになっています。この辺も GoPro との違いかなと思いますけど、これだけスクリーンが大きいのでもう全く問題なく、むしろこっちの方が俺は使いやすいなというふうに思ってます。あとこれのさらにいいところはタッチ性、操作性と言えばいいのかな。この感触もすごいスムーズだよね、動きとかも。何回もタップしないといけないっていうことがない。一瞬で反応してくれる。上からも下からも
タッチ式っていうのは操作しやすいかも。特に車に乗ってる時、車窓シーンとか撮る時も、運転の止まった状態とかで片手で操作できるっていうのがいいなって思います。メインはこの動画ですね。それ以外にも、ピュアモード、フリーフレーム動画、タイムシフト、タイムラプス、ループ動画、スローモーション、スターラプス、バースト写真、インターバル、HDR 写真ということで、モードだけでももう山ほどありますと。このカメラでいろんなモードで撮影できるところも強みかと思います。正直扱いきれるかもわからないぐらいの機能があるので、いろんなパターンでこの遊びながら撮影するっていうのも楽しみの一つかなと思います。めっちゃ面白い。これ1分でほんと完結しちゃうから、そう。ついついこれで撮りたくなっちゃうぐらい楽しいアクションカメラになってます。今回は Ace Pro 本体だけではなく、その他のものも同封していただきました。この Ace Pro の入っていた箱も上質で丁寧に包装されているし、国際便なんですけど、段ボールでも丁寧に送られてきているので、なんかすごい安心だし、開ける前からワクワクするなって思ったのが正直な感想です。その他のアクセサリー類についても見ていただけたらわかると思うんですけども、結構様々なその他のものがあります。インスタ360ってアクセサリーがほんと充実してるのも特徴だよね。それ以外にもロードバイクもしますので、ロードバイクのセットも今回は一緒に送っていただきました。撮影する上で最低限必要だなと思うものは、やっぱり SD カードは最低限必要ですし、あと自撮り棒っていうところも必要になってくると思います。こちらサイトを見てもらったらわかるとは思うんですけども、様々なセットがあって、その中でもクリエイターキットがあれば、それだけで十分かなと思います。これ SD カード 128GB もついてますし、自撮り棒とか、その他のちょっとしたマウントもついていますので、これからいろんなところに持って行って撮影したい方たちは、このセットがあればもう十分ではないかなと思います。それ以外の人によって様々なセットがありますので、こちらを選んで購入されることを考えることも一つの手かなと思います。自分の場合はなんですけど、携帯とかその他のガジェット類もそうなんですが、やっぱり傷をつけたくないなっていうちょっと心配もあったりするので、全然わかりませんけど、スクリーンプロテクターっていう傷がつかないやつを貼り付けてます。だいたい私たちのこういうガジェット系はついてるやつだよね。傷つけないようにする系をつけるのが好きです。はい。携帯もしっかりつけております。はい、少しだけ自分たちがどんな風に使うかっていうところ、あと取り付け方もご説明したいと思います。多機能棒っていうのがありまして、こちらはインスタ360と PGY テックさんとのコラボということで、ライカに加えてこちらもコラボしているということです。自撮り棒としてもちろん使えるんですが、三脚としても使えます。こう GoPro も同じようなマウントはあるんですけど、これさらに面白いのが、びっくりしたんですけど、伸びる。ということで、もう自分たちを自撮りするときは基本的にこのように使うとは思うんですけど、ちょっと高いところから撮りたいときに、観客として使いながら、高い視点から撮ったりとか、人によっては料理をしている場面を上から撮ったりとかっていうのも使えるので、めっちゃ便利なやつです。下の方を撮るときにしゃがみながら撮らなくてもこれで撮ったりとかっていうのができます。多機能自撮り棒っていうのがまずあって、これ軽くて持ちやすいです。で、これに僕たちは別売りになるんですけども、クイックリリースマウントっていうインスタ360を使う上でのマウントを使ってます。で、僕らはこれを機能自撮り棒にはめて、そしてこれを固定してこんな風に使います。これに Ace Pro をもうつけるんですけど、なんとこれ底面の方が磁石になってまして、こちらも磁石ということで、これにカチャッとこれだけでくっつくと。これだけでも全然ブレないし問題ないんですけど、外れ防止のためにここにロックもついていますので、もうこれで外れることはありません。これ便利よね。外すときもこのつまみを押すだけでカチャッとつけることができるということで、クイックリリースマウント車につけてたりとか、ロードバイクのアクセサリーにつけたい場合は、このクイックリリースマウントつけてたら簡単に取り外しができるっていうところですね。もうこれめっちゃいい。これりょうくんめちゃくちゃ感動してたんだよ。一回一回このネジを外すのが大変なんですよ、これ。これがね、結構面倒なんだよね。付け替えたりするのが毎回大変だなと思ってたけど、こうすることで取り付けできます。かなりカメラをつけた状態でも軽い。女性でも全然余裕です。私たちが持ってるメインカメラよりも本当に軽い。こうやって撮っても全然負担もかからないので、か弱いそこの女性でも簡単に撮れます。私もか弱い。で、自撮りするときにはこうやって
自分たちで撮影しながら撮ることもできますし、ちょっと下の方を撮りたい時にはこれを伸ばしながら撮影することもできたりします。こちらもう少し詳しく説明しておきますと、4K の30、60、120fps まで最大撮影することが可能です。僕たちの撮影ではもう基本的に 4K 使っていますので、綺麗な映像を撮りたい方はもうこれがあれば十分ということです。テレビに映るような映像で撮影したい方は 30fps。ちょっと運動したりとか動いてる様子、ロードバイクとかも撮影する場合は 60fps。で、あとスローモーションっていうモードがあったと思いますが、こちらも 120fps で、すべて綺麗な画像で撮影することができるということで、そこも便利なポイントかと思います。それ以外に Active HDR っていう機能がありまして、これは 4K の 30fps までになるけど、動きのあるシーンだったりアクションシーンでも白飛びや逆光を防ぐことができる機能になりますので、動きながら自分たちの顔を映してたりしても、暗いところから明るいところに出たりしても、黒つぶれだったり白飛びをすることなく鮮やかに撮影できるところがポイントかと思います。それではここからは実際に使いながら自分たちがこの Ace Pro ですごく気に入ったポイントとかも含めてご説明していきます。気に入ったポイント一つ目としてはこのクラリティズームっていう機能です。このタッチスクリーンをダブルタッチするだけで画質を損なわずに2倍ズームできるっていうところで、少し遠いところだったりとか拡大して撮りたい時にこれを簡単に扱えるところもポイントかと思います。アクションカメラにこういった機能っていうのがもうあったけど画質を損なわずにっていうところがなかったので、この綺麗な映像で拡大できるっていうのめっちゃいいなって思いました。次に気に入ったポイントとして、なんといってもこれピュアビデオモードってやつです。もうこれは他のアクションカメラには全くない機能になります。インスタ360しかない機能だと今のところは思っています。これ AI チップが搭載されていて、撮影したもののノイズを除去してくれる機能になります。暗所撮影にかなり適したモードになります。最初にも説明した通り、1.3分の1センサーもあることによって、暗所での撮影にかなり適したモードになります。私たちが持ってるカメラはとことん暗所撮影に弱いので iPhone で撮ったりすることもあるくらい暗所撮影っていうのは難しいなというふうに常々感じていたところ、こちらの機能でかなり感動したところです。撮影中はこのスクリーン上で見るとなんかザラザラしてるかなっていうふうに感じるんですけど、録画を停止した後に動画を見直すとすごく綺麗に映っているので、ここまでノイズが出ていないっていうのは驚き。それ以外に気に入ったポイントとしては、画角調整のデワープがあるところですかね。Vlog 撮影していて、アクションカメラってどうしても周りに歪みができてしまうっていうところなんですけど、このデワープ撮影することによってカメラで撮っているような歪みがほとんどない撮影ができるので、自分たちを撮っていても違和感はないですし、景色を撮っていてもこの画質で綺麗に撮れる。プラス画角もこの画角で撮ることができるから、すごく便利だなと思いました。その他の機能としては、フローステート手ブレ補正っていうのがついているので、もちろんアクションカメラには必要な手ブレ補正っていうのは確実に備わっています。それ以外に急速充電バッテリーっていうのがあって、20分間充電すれば約 80% は充電されるというような充電機能もついています。バッテリーの持ちも良くて 4K30fps で撮影した場合に最長100分まで撮影することができるというところで、特にスポーツとかしながらしょっちゅうバッテリーが変えられない人にとってもすごくいいかなと思います。私が個人的に好きな機能がありまして、ボタンを押さなくてもこうやって手をかざせば撮影をしてくれるっていうところが私的にはお気に入りポイントです。これめっちゃ便利で、私が特に重宝してる機能なんですけど、やっぱりこう Vlog で撮る人が多いと思います。普通に旅系のチャンネルを見てくださってる方たちはやっぱり旅動画だったりとか、なんかキャンプしてるところとかを撮る方もいらっしゃるかもしれません。三脚でこう立てるじゃん。で押してまた戻ってこないといけないけど、それがなくていい。こうやってすればピッと始まるし、持った状態でボタンを押すのも遠かったら撮りづらい、押しづらいし、ずれちゃうじゃん。ここで撮ろうって決めるじゃん。でボタンあーって言ったらずれちゃってまたこうじゃなくて、もう構えた時点でそこでポーズしたら写真も、その動画もパッて撮れる機能がすごく好きだなと思います。ジェスチャー操作だけじゃなくて音声操作っていうのもできて、日本語には対応していないんですけども、簡単な英語なので場合によってはその機能も使えるかなと思います。ここまでいいところばっかりお話ししてきたと思いますが、僕たちが感じたちょっとしたデメリットをお話ししておこうと思います。インスタ360はこの時から僕は感じていた部分ではあるんですが、音声入力が少し弱いというところが課題かなと思いました。
今回は決定的な比較はしていませんけど、編集上で聞いてみた時に GoPro の方が音声は綺麗に入力してくれてるかなと思います。で、Ace Pro 風切り音対策とかも入ってたりとか、だいぶ音声は良くなったんですけども、記録用としては全く問題ないですが、僕たちみたいに YouTube に上げる時とかには、やはり外部マイクが必要になるかなと思います。で、外部マイクをつける上で、これまでも使っていたこちらの外部マイクを接続するんですけども、これ、外からマウントをつけているんですよね。そういったものがない代わりに、外部マイクをつける場所もついていません。こういったマウントをこれにつけます。このクイックリリースマウントっていうところにこう挟み込むような感じで押し込むとつけることができるので、ここにマイクをつけることになります。これだけではなくて、この部分開けると SD カードと USB Type-C の入力する場所があるんですけども、ここにまた別売りのマイクアダプターを取り付ける必要があります。カチッてはまるからもう全く取れることはないとは思う。これにマイクを取り付けて、さらにここのマイクアダプターがあるから差し込んで、これで使うということになります。ただ、この外部マイクをつけた時も、このマイクの問題もあるとは思うんですけど、車窓用のマイクではよりノイズが出たりとか、走行音の音が入ったりした部分もあるので、やっぱ音声としてはやっぱり弱いのかなっていうところで、今後僕たちもワイヤレスマイクとかも考えていく必要があるかなと思います。これ一本で何でも撮影できるのはいいけど、音だけがどうしても問題っていうところがデメリットかと思ってます。外部マイクをつけた時のデメリットとして、の強みであるクイックリリースマウントが僕の指じゃ入らなくて、私の指でも多分入らないの。入るけど押せない。無理があるかもしれない。ちょっと壊すんじゃないかって不安はあった。ってなっちゃうから、結局これを一旦緩めて、このコールドシューを外した上で、こう外さないといけないっていうところが、欠点としてあるなというふうに使ってみて思いました。これも何か今後対応してくださるとより便利になるんではないかなとは思います。ワイヤレスマイクの検討はしてるんですけど、ワイヤレスマイクもやっぱ高いものなので、もともと持ってるこういうマイクがあったりとかする方にとっては困るかなというふうには思っています。もう一つのデメリットとしては、アクセサリー類がかなり多いというところです。ある程度撮影をしてきた僕たちだったりとか、アクションカメラを持っている方たちは、こういったアクセサリーが必要だっていうところが把握できると思うんだけど、初めて買う方にとっては、さっき最低限クリエイターキットはあればいいなっていうふうにお話はしたと思うんですけど、そんなのもさっぱりわからない状態だと、このアクセサリーも必要だったんだって後で追加購入することになるとは思うので、別売りのアクセサリーが多いほど購入もちょっと難しい部分はあるかなというふうには感じました。ということで、ここまで Ace Pro について僕たちなりにバンライフ旅に使えるカメラとしてご紹介させていただきました。今回こちらのカメラに変えてみて、トータル的に考えるとかなりいいものを提供していただいたなというふうに思います。基本的にソニーの Vlog カメラで撮影はしているんだけど、やっぱり大きかったりとか、ちょっと歩く時に使えなかったりとか、どうしてもブレが発生してしまったり、手軽に持って行ったりするっていうことがちょっと難しい部分もあったので、もうこれがあればもう大体のものは撮影できる。なんといっても夜の撮影にも強いっていうところがもうめっちゃお気に入りポイント。暗い場面での撮影でも全く問題なく撮れるところが僕としてはめちゃくちゃ気に入ったポイントかなと思います。私たちはアウトドアも結構するので、特にキャンプ動画の時とかは、やっぱ夜暗い中での撮影がどうしてもざらつきだったりとか、夜景とか撮るにも難しいところがあったりとか、課題点が多かったので、今回のこの機能はすごく嬉しくて興奮した点でもありました。最初撮影記録とかするときに iPhone とかよりも僕だったら Insta360 Ace Pro を本当にお勧めしたいって思います。もう手軽に運べるし、マウントの付け替えも簡単だし、綺麗に撮れるっていうところの強みとかも含めて Ace Pro めっちゃいいなって思います。これからロードバイクだったりとか、まだ私たち離島旅とかも残ってたりするので、海での水の中に入れての撮影だったりとか、いろんなモードにもチャレンジしていきたいなっていうところもあって、ワクワクがあります。言い忘れてました。ここで、こちらのカメラ、もちろんアクションカメラですので、水の中での撮影にも適しています。水深10メートルまで問題なく使えるということで、海に入るときとか、川に入るときとか、これはいつでも、これから先もずっと使える機能だなと
思っているところです。一番最初の製品を僕らも持っていたからこそ、この機能の向上だったり、あと GoPro も使ったからこそわかるアクションカメラの性能だったりっていうところも、今回の S Pro でおすすめできるポイントだなというふうに思って、今回ご紹介させていただきました。全然持っているわけでもなくて、素直に本当に使えるカメラだなというふうに思いますので、このようにお話しさせていただいております。はい。これからはこちらのカメラもたくさん活用して旅動画も撮っていけたらいいなと思っています。ぜひこれから YouTube を始められる方や旅の記録とバンライフの様子とかも記録に残したい方々はこのアクションカメラと比較してもそれほど価格も変わりませんのでぜひ試してみてはいかがでしょうか。気になる方がいらっしゃいましたらぜひ概要欄の方までチェックお願いします。それでは今回の動画はここまでです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。実際ね、こう検証動画とかいっぱい上げてる人もたくさんいますので、それっぽく喋ってみてます。マイクです。いかがでしょう？いかがでしょうか？いかがでしょうか？信濃川が目の前にあります。いかがでしょうか？いかがでしょうか？稲の間、田んぼの間を走っていますけど、映像はいかがでしょうか？綺麗だね、いいね。うん、いいね。いいね、いいね。ラリラリラー。はい、ということで、こんな風に使います。